皆さんこんにちは。布施テニスラボ布施俊二です。今日は田園テニストーナメント55歳以上男子ダブルスの決勝戦の様子をお送りします。気温20度、風速2メーター、快晴です。午前中の風が少し止んでコンディションは最高の状態です。スピン、キックサービスは赤の矢印、スライスサービスは青の矢印、返球予想は黄色の矢印で示しています。ではファーストセットから見ていきましょう。藤井選手のサービスからスタートします。ファーストゲームファーストポイントなので少し様子見から入ります。前衛のいいプレッシャーが効いていますね。ここも前衛のプレッシャーがいい形で効いています。ファーストボレーをサイドスピンをかけていいボレーをしていますね。これはリプレイで見てみましょう。サービスネットダッシュから八田選手のリターンをうまくサイドスピンをかけてワイドにボレーしています。2人が緑の矢印に移動していて詰めているのがよくわかります。黄色矢印ぐらいを予想していましたが予想が外れてしまいました。ここはリターンをしっかり打っていきます。八田選手のナイスボレーでした。左股関節の畳み込みからしっかりしたリターンです。前衛はボレーの返球位置を予想してナイスカットをしています。このワイドのボレーもいいボレーでした。少しボールが浮くとあんな風にカットされるのでやっぱり沈めていく必要があります。ここはサービスから八田選手のポーチです。ここは左に走りながらアングルショットを打ちました。アングルショットのコツについて少し説明します。アングルショットは相手のボレーヤーのタイミングをずらすことが必要です。このシーンでは左に走りながら2人が左に寄っているのを確認しています。相手がスプリットステップをして浮いているタイミングでインパクトします。相手選手が着地した時にはもうボールが飛んできているようなタイミング。これがベストのタイミングです。前衛の体勢に注目です。ワイドに打つと当たりそうな位置に立っているのでかなり低い姿勢で待っています。こういった一つ一つの動作がダブルスではすごく重要です。もう一つはリターンにプレッシャーをかけるような動き。ポーチをしなくても少し左に動くような動きですね。こういった動きも極めて重要です。ここは八田選手のリターンとその後の処理に注目です。逆を取られましたがここからアングルに打っています。リプレイで見てみましょう。八田選手はグリップチェンジをせずに打っているのが分かります。フォアもバックも同じ側の面で打っているということですね。この後のボレーの処理ですが逆を取られましたが相手がスプリットステップで体が浮いている時にインパクトしています。タイミングが合えばうまく抜けることがあります。このリターンは相手のフォアハンドのローボレーを狙っています。そこが一番ファーストボレーのカットに行きやすいところです。これはナイスボレーです。ここは追い詰められて、ポイントを取られてしまいました。八田選手のリターンに注目です。ナイスストレートでした。グリップチェンジをしていないのをリプレイで見てください。ラケットが黄色の矢印のように後ろで回転して見事なスピンがかかっています。ここもフォアのローボレーを狙っています。あの位置から前衛が詰めてくるとさすがにボレーしにくいと思います。ブレイクポイントが来ました。ここはフォアに回り込んでのリターン。そして見事なアングルショットです。リプレイで見てみましょう。サイドステップで一瞬でフォアに回り込んでいます。その後もしっかりコートカバーしてクロスへのアングルです。スプリットステップを降りた瞬間にはもうボールが飛んできているのが分かります。2-1となりここはどんどん攻めていくゲームになります。準決勝でもあった八田選手のワイドへのスピンサービスです。今回はフォームが取れたのでリプレイで見てみましょう。
通常のスピンサービスは赤い矢印ぐらいの軌道ですが、八田選手のサービスがすごく軌道が低いスピンなのがわかります。スピンサービスですが、結構打ち出し角は低い状態で飛んでいっています。ワイドへのスピンサービスを練習している方は参考にしてみてください。これはちょっとスピード負けして、抑えきれませんでした。ここもワイドへのスピンサービスです。なかなか返すの難しいですね。フォアサイドはスライスサービスを使っているのでスピードが速いです。2回り目です。この辺りからリターンはどんどん攻めていきます。このファーストボレーカットはリプレイで見てみましょう。リターンですがかなり前に立っているのがわかります。フォアボレーなのであんまりセンターに寄らずに前で待っていた形です。ここもフォアのローボレーにリターンを打ちます。前衛のプレッシャーもよく効いています。これは惜しいポーチでした。ちょっとボールが高かったんでしょうか。ここもしっかりめのリターンです。深くいったので前衛がプレッシャーをかけています。ここはスライスサービスでボディ狙いです。八田選手の見事なポーチでした。リプレイで前衛の動きを見てみましょう。ネットに当たりそうなぐらい前に行ってボレーをしているのが分かります。横に動くとブルーラインぐらいまで走らないといけないので前に詰めることは重要です。ここは八田選手をスクリーンにしてストレートに打ちました。ちょっと見えにくかったはずです。ここはセンターにスライスサービスです。いい感じのスライスサービスとなりました。スライスサービスでボディ狙いです。ボディにサービスを打つとリターンで角度がつけにくくなります。今のようにポーチが出やすいということもあります。リプレイで見てみましょう。サービスをボディに打って前衛が一瞬フェイントをかけてから前に詰めています。ナイスタイミングのポーチでした。5-1となっています。ここはダブルフォールドだったようです。ここもフォアのローボレー狙いです。バックに来ましたがしっかりリターンすることができました。バックハンドでフラット気味に当てることで相手のフォアのローボレーを狙っています。ラブ30なのでここはどんどん攻めていきます。アングルでしたが少し高さが足りなかったようです。ここもフォアのローボレーを狙っています。少しタイミングがずれてバックボレーに行きました。ナイスボレーでした。リプレイで見てみましょう。左股関節の畳み込みから結構いいペースでリターンはできたんですがナイスタッチのボレーを見てください。ナイスタッチですね。30オールです。ここはポイントが欲しいところです。いいファーストボレーでスピンロブを打ちましたがここはアウトとなっています。ここはちょっとボールが浮いてしまいましたが八田選手がナイスカットです。右足を2回使ってタイミングをなんとか合わせて慎重にリターンです。八田選手のナイスボレーでした。40オールですがセットポイントです。バックサイドを選択してしっかりしたリターンから八田選手のボレーが決まってファーストセットは 6-1 で取ることができました。ここからセカンドセットとなります。ファーストポイントは終わったんですが皆さんもお気づきのことと思いますがサーブ順が間違えていますね。八田伏せ組のサービスからセカンドセットはスタートするはずでしたが4人とも気づかずに間違えてしまいました。15ラブから再スタートです。後半はセカンドセットからスタートします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。